驚愕の保育園費用。パリの中で結構いいお値段のするホテル、ワンフロア全部保育園仕様で、1週間800ユーロ。つまり、日本円にすると12万。日本最強。もう最高だと思う。もう事細かにやってくださって、世界でも神だと思う。ボンジュールアトゥーということで皆様お元気でしょうか？たかこです。本日はですね、驚愕の保育園費用ということで、早速行ってみたいと思います。こちらは3歳以上からが義務教育になるので、それ以前は保育園とかを公立だったり私立だったり、あとヌルっていうシッターさんとかを頼むんですね。で、うちは一番近くの保育園がたまたまその私立があったので入れたんですけれども、1週間で3日間で朝8時半から12時半のランチ込みで1週間800ユーロ。つまり、日本円にすると12万。12万円です。ちょっとびっくりしますよね。そもそも、公立もあるんですけど、公立はその収入だったりいろんな理由で跳ねられるっていうこともあって、うちは最初入れてたこともあるんですけど、やっぱりちょっとずっとパリにいない。6ヶ月パリにいて、3ヶ月日本にいて、パリにいる間もそのキャンピングトリップでいなかったりとか、あとちょっと収入面のこともあって、実は跳ねられまして。で、じゃあプライベートで家の近くにあるところに行こうっていうことにしたんです。あともう一つ、これは私立の話なんですけど、公立に行かせてた時も、公立だと多分本当にゼロから親の収入によって払う金額が変わってくるんですね。で、公立に同じように行かせてた時、週3日1日4時間で1ヶ月で払ってたのが500ユーロだったんです。で、500ユーロっていうのはかける17で8万5千円。それでもフルで行かせてるわけじゃないので、それでやっぱりそれだけ取られるっていうことを考えると、そんなに安いっていう感覚は私の中では今のところないです。まずそもそもパリのここ1区っていうところで他よりも土地とか物価がちょっと結構な高さになるんですね。まずそれが一つ目の理由と、あとちょっと他よりも高めだから補助も出すよっていうのがあって、保育士さんとかにもその補助手当っていうものも出てるんです。で、こちら保育士さん平均が、パリ平均、フランス平均が2500ユーロ。日本円で言うと45万円ぐらい。プラスそれにお手当つくので、多分保育士さん一人で月50万円ぐらいはもらっている。あともう一つ、その場所、保育園の場所がうちからとても近いところだったんですけど、ルーブルとかがすぐそばにあったりとか、パレロワイヤルがそばにあったりとか、セーヌ川がもうすぐ目の前にあったりとか、パリの中で結構いいお値段のするホテル、ショバルブランっていうのがあるんですけど、それ一泊の料金ちょっとここに載せときますが、それのすぐ裏だったんですね。なのでそこで、全部で3フロアあったんですけど、1フロア全部保育園仕様で、中にあるものはもちろん全部木製で、先生たちもフランス語、英語、スペイン語とかもインターナショナルなネイティブな人たちで、お給食ももちろんそこに駐在のフィリピンの給食婦さんが作ってくださるもので、っていう形だったので、お値段はどんどん上がっていった感じですよね。それでも選ぶ理由はもう物理的に近い。とにかく歩いて1、2分っていう近さ。こっちは多分小学校中学年ぐらいまでは子供一人で学校行かせちゃダメなんです。送り迎え必ず誰かがついていかなきゃいけない。親とかシッターさんとか。なので、その手間を考えると遠いとやっぱ辛い。それでもそこの同じ保育園だし、今の幼稚園も同じ子で郊外から30分かけて通ってきてる子もいます。でもちょっと私にはそれは多分できないと思ったのが一つ目。で、あとはやっぱ多様性。もう本当になんかフランス人カップルっていうよりも全てがミックスで、スペインからもイタリアからも中国、韓国、日本とかもインドとかはもうアルジェリアとかもとにかくミックスなんですね。その地球の縮図みたいなところで小さい頃から学べるっていうのはいいなって思いました。で、日本との比較なんですけど、もうやっぱり保育園に限って言うのであれば、幼稚園もちょっとこれからわかんないですけど、日本最強。もう最高だと思う。コスパであれだけご丁寧に保育士さんとか見てくれて、あれだけ連絡とかお着替えとかも本当にもう事細かにやってくださって、世界でも神だと思う。もうできればドラえもん呼んでどこでもドアでそこに行きたい私。皆様本日のエピソードいかがだったでしょうか？こちらヨーロッパはですね、サービスはただじゃない。良いサービスが欲しければ、良い教育が欲しければ金を払えっていうのが当たり前の考え方です。日本とは大きく違うところがあるかもしれませんが、皆様はいかが感じられましたでしょうか？ということでまた別の回でエピソードをお話しさせてください。それではボンジョーネー、バイバイ。